条文。メキシコシティのこれら伝説は、私が見出したものであって、私がこしらえたものではない。これらは正真正銘の民話である。一つ一つが何がしかの猛獰で奇怪な、あるいは悲劇的な古い事案。それが民衆の想像力を捉え、そこから民衆の心を満たす物語が彼らの間で築き上げられていったものから自然に生育した真実の民族の所産なのである。その多くは誤って伝えられた歴史的な伝承に他ならない。実体ある事実に根を持ちながら過ぎゆく世紀を経て、語り手が世代を積む中で空想的な負荷によって変装させられたり、末期の曲解によって歪められたりしたものである。また、その核に何か説明のつかない奇怪な出来事を持つものもある。それは民衆の心が説明を求めるあまり、知覚と知性に様々な度合いを持つ様々な空想家によって様々に解釈され、その同じ謎についての異なる解明が最終的に一つの物語に継ぎはぎされたもの、その合成された出場、その中に満ちている矛盾と相互で露呈させてしまうものである。少数の者は大胆にもありふれた事象を奇跡へと持ち上げて始まり、実質的に布地全体から仕立てられた創作である。これら伝説のすべて、とりわけ最も信じがたいものには、民話一般にその真摯な価値を与えるものと同じ性質がある。すなわち、その属する時代の思想の調子を正確に反映し、その時代の習俗と状況を多かれ少なかれ明瞭に示すという性質である。メキシコシティの年配の人々は、識字者であれ非識字者であれ、これらの伝説を温かい愛着を持って今もなお大切にし、生き生きとした楽しみで語り、そして庶民の間ではそれに生き生きとした信仰が加わる。あまりに洗練された若い世代は悲しいことに、これら伝説をないがしろにし、軽蔑すらしている。やがて、交渉伝承としては伝説は失われゆくであろう。幸運にも、これらの伝説、そして同種のはるかに多くのものの活字での恒久的な保存はずっと前から確保されてきた。それらが歴史と社会学への光として真剣な意味を持つために、学識ある古物研究家、特にドン・ルイス・ゴンサレス・オブレモン・ドン・マヌエル・リベラ・カンマスが真剣にこれを収集し、調査し、ふるい分け、可能な限り、その底にある真理の方画を提示してきた。詩人たち、彼らの心に当然強く訴えかけたものは、これら伝説をその空想的な本質によりふさわしい仕方で保存してきた。例えば、再び二人の名高い著者を挙げれば、ドン・ビセンテ・リバ・パラシオによる多くの楽しい韻文化、そしてドン・フアン・デ・ディオス・ペサが魅力ある詩へと作り変えた60編ほどの作品にそれが見られる。古物研究家でも詩人でもない、他の著名な書き手たちによっても様々な修正がなされてきた。その中で最も優れているのが、ドン・アンヘル・アール・デ・アレリャノの共感に満ちた仕事を、純粋に大衆向けの形式によるものである。劇作家たちは、よりロマンティックな伝説、例えばドン・フアン・マヌエルの伝説から長く愛される演劇を作ってきた。ささやかな書き手たちによる散文と韻文での語り直しもまた果てしない。民衆の間での交渉伝達、忌憚の調子を常に高めることで伝説を改善する傾向にあったのに対し、活字に揉まれてきた経歴は、それらに明らかに悪い変化をもたらしてきた。文字の形式において、伝説はその自然な素朴さに直接反する利口的な性質を獲得し、また本質的な荒削りさが研磨されてしまい、同じく本質的な不整合や矛盾が和らげられてしまった結果、まさにそれら伝説に固有の性格と独特の魅力を与える性質が弱められてしまったのである。それゆえ、最良の藩とは庶民の間で行き渡っている藩である。彼らこそが当初の作り手であり、伝説を心から唇へ、唇から心へと幾世紀にもわたって渡してきたものであり、築き上げられた民話を一つの心が一度の余裕で作った物語から明らかに区別する微妙な精髄を伝説の中に保ち続けてきたものである。彼らによる素朴な語り、出し抜けで整合せず繰り返しと矛盾に満ちた語りは、継ぎはぎされたその出自の風味を丸ごと保存している。そして何より重要なことに、伝説の真実への単純な魂による信頼こそ、伝説が作られた折と同じ精神そのものなのである。これが私が本書において漢字と言い回しの両面で再現しようと試みた版なのである。メキシコで私が過ごした最初の冬は25年前のモンテレーであった。そしてそこで私のメキシコ民族の収集はささやかな仕方で始まった。当時の収穫は主に迷信的信仰、前兆、家のお守り、邪願、不運の日などであったが、ラ・ヨローナの物語の一般も含まれていた。それは本書に提示する版、後にメキシコシティで広く伝わっていることを私が見出した版と本質的に同一のものであった。モンテレーで素材を引き出した相手は、
年配で旧式な3、4人の女性たちで、私の妻が彼女たちと友好的な関係を築き、ためらいなく打ち明け話をしてくれるようになったおかげである。最も豊かな収穫は、心優しいドニャ・ミゲリタという老婦人。彼女はいつも親しみのこもった縮小して呼ばれていたからのもので、彼女は私たちが下宿していた家族に、いわば名誉祖母のように緩やかな仕方で得しておられた。私一人であれば、こういった年配の方々から情報を引き出すことはできなかったであろう。男がそういったことに対して軽蔑以外の感情を用いるとは、彼女たちには到底納得させなかったからである。同じ仕方で、後にメキシコシティの最も希少な情報源からも、情報は二次的にしか入手できなかった。その情報源とは、私どもの大切なホセファ・コレアであった。続く4年連続の冬の間、彼女は私どもの選択婦であると同時に友であった。ホセファの週2回の訪問は、私どもにいつも温かい喜びを与えた。彼女の語りは、惜しみなく与えてくれるものであったが、いつも考えるべき多くの興味深きことどもを与えてくれた。彼女は大層聡明な老婦人で、人生についての見方は広く健全であった。血のミーマが生まれたまさにその階層の出身であったから、縁に行き渡っている大衆版の最良の権威であった。けれども、彼女の語りはいつも妻を介して私のもとに届いた。偶然出会った他の様々な老婦人もまた、私の目的のために妻によって寄稿者にされた。最も有用な一人はくたびれた様子のレボス売りの老婦人であり、もう一人、同じく価値ある人物は、迷子の列車を2時間も待っていた折に駅で出会った人懐っこい老婦人であった。私にとっては、この女性たちは皆閉ざされた書物だった。妻の助けがなければ、彼女たちから何も得ることはできなかったのである。その助力に対して、また伝説と関連する注釈のために情報源を探し、対処する助力に対して、私は妻に深く感謝する。私の友人であり、古物と忌憚を共に愛するヒルベルト・カノには特別な恩義を負っている。こういった事案への鋭敏な理解と広範な知識に加え、この優れた人物は24年前もその度もオテル・デル・カフェ・アングレで一番の給仕であった。あの素晴らしい小さなホテル、勇敢なムッシュ・ガティオンが見事に切り盛りしていたあのホテルは今ではもうない。メキシコシティはその喪失でまさしく劣化してしまった。彼との知己は職業上の関わりで出会ったことに始まったが、ほどなく趣味の類似によって真の友情へと熟し、今もなお続いている。市内の散歩中、その時は全てが目新しかった。私どもの注意を引いた様々な古い建物について、彼の聡明な答えは、早い段階で彼の古物研究の素養に対する真摯な尊敬の念を私の心に刻み込んだ。後に彼が、ためらいながらの提案を私が喜んで受け入れたおい、私どもが関心を持っていた古き事案を扱う優れた書物を数冊貸してくれて、その敬意はさらに深まった。彼は控えめにこう説明した。これらの本は彼自身のもので、自分が生まれ生涯を送ってきたこの死について正確な知識を得るために購入したのだ、と。私自身の知識が増えるにつれ、彼の答えは細部まで正しかったことが判明した。彼が貸してくれた書物は、後に私の博識な友人ドン・ホセ・マリア・ビヒル・ビブリオテカ・ナショナル館長によって標準的な権威ある書として認証された。私はその全部の写本を購入し、当時集め始めていたメキシコ関連蔵書に加えたのである。ヒルベルトは親切にも私どもの宿舎で午後を何度も過ごしてくれた。昼食と夕食の穴の換算時に職業上の務めが手すきになる折にやってきてくれた。私が彼の心に蓄えられた多くの民族伝承を彼の口述で書き留めるためであった。私どもの大切なホセファと同様、彼もまた現に行き渡っている大衆版の絶対的な権威であり、彼女と同じくそれらへの信仰を共有しているように見えた。けれども彼はメキシコ史についての確かな知識を持っていたために、彼女よりも厳密に伝説を語り、また彼女には及ばぬ古物研究的興味への干渉ある理解を持って語ってくれたのである。彼は小柄な人で、私どものヒルベルトは低く柔らかな声と柔らかな物腰を持っていた。その言葉の文字通りの意味でも、より高雅な意味でも、物語のスリルある場面では、彼は身を乗り出し、声を低くしてしいしさを増し、明るい栗色の瞳を一層輝かせ、決して激することはなく常に的確な身振りが彼の言葉の意味を膨らませるのであった。育ちの良い男の本能から、彼は必ず私の妻に向かって語りかけ、彼の語りには、そしてそういうことなのですよ、セニョリータ。プエスシセニョリータという応召の繰り返しが流れていた。それは物語の新たな転換ごとの出発点となり、
同時に語っているものに肯定的な決定の趣を与えていた。大抵彼は自身の物語の事案について、あるいはその真実性を強調するためにいくつかの感想で結ぶのであった。大衆の視点を示すという点で啓発的なものであった。彼の語りは後半に及んだ。本書の本文に提示されているドン・フアン・マヌエルやラ・ヨローナといった重要な伝説から、彼自身の兄弟が寝ている兄弟ごと寝台を家のある部分から別の部分へ運んだ気まぐれな幽霊と遭遇したというような小さな話まで、知識のすべては彼の側にあったので、私は彼にほとんど方向づけを与えることができなかった。忌憚の領域で彼の頭に浮かんだものはどれも皆、私の益のためにすぐにそこから出てきたのである。彼の物語の中には、徹底的に完結し、否定しがたく論理的でありながら、その素朴な簡潔さに驚かされるようなものもあった。例えば字のようなもの。昔、ある石工たちが古い家を取り壊している時に、壁の中で多くの金の入った箱を見つけました。それからというもの、その石工たちは不裕になりました。と、公平のために付け加えるが、この簡潔な物語は、長くドラマチックな隠し罪の物語の終わりに、ちょっとした重しとして付け加えられたに過ぎないものであった。その物語の中では、罪を隠した親切な老婦人の幽霊が主役を演じていたのである。ヒルベルトが私の民族収集に対して聡明な関心を抱いていたために、彼にとっては私どもの出会いがもう少し早く、わずか2年早く、彼の大叔母の存命中にあったらよかったのにと、痛切に残念に思うところであった。彼の言葉を借りれば、彼女は、死についてかつて語られたすべての物語を知っていたとのことである。私もまた悲しんだし、これからもずっと悲しむであろう。なぜならその古き人物は、彼女に満ち溢れていた伝承の知恵を収穫する幸福を私が得られる前に、地上から去ってしまったからである。けれども私の悲しみは、温かい感謝に色づきつつ、大名のヒルベルトとの幸運な出会いによってその知恵の多くが私に救い出されたという事実によって和らげられた。ヒルベルトはその古き言葉を心に忠実に蓄え、私の永遠の感謝を勝ち取りつつ、私自身の蔵を富ませるべく、それらを惜しみなく授けてくれたのである。ニューヨーク、1909年9月26日。メキシコシティ伝説集。